藍の叩き染めに必要なものは、まず藍の葉っぱ、叩くもの、土台となる板、クリアファイル、そして染める布の5つです。やり方はとても簡単で、硬い板の上に布を乗せて、葉っぱを乗せてクリアファイルで挟んで上から叩くだけです。これだけでこんなに簡単に葉っぱの形を染めることができます。きれい。皆さんこんにちは、なみです。8月に入りました。今藍を育てている人は最盛期を迎えている頃だと思います。私の藍も育ってきたので、藍の叩き染めをやりました。去年はうまくいかなかったので、今年は夏波さんに叩き染めのポイントを教えてもらいました。夏波さんは亀さんの形に叩き染めをしてしまうほどの腕前をお持ちですよ。私が植えた藍もこんなに育ってきました。ここからは叩き染めのポイントや私がやってみて気がついたこと、失敗したことなどをお話ししていきます。それでは始めましょう。今朝は藍の叩き染めをしたいと思います。今6時半ぐらいなのですが、朝の方が叩き染めには午前中の早い時間に摘み取ったものがベストです。朝のうちだと葉っぱに水分がたくさん含まれているので、より染まりやすくなります。このね、先っちょの部分の方が色素がたくさん詰まってるみたいなので、叩き染めをするにはこの上のね、柔らかい葉っぱのところをちょっと狙って使っていこうかなと思ってます。日が昇ってきて暑くなってきました。暑い夏にやったので葉っぱがすぐにしおれてしまいました。一気にたくさん摘んでおくよりは、少しずつまめに摘んだ方が叩き染めには向いてるなと思いました。たくさん取ってかないでまめにこう取りに来ました。まず3枚いってみます。収穫してから時間が経ってしまった藍でやったらね、これあんまり出なかったんですよね。そしてこれは収穫してすぐの藍でやってみたらこんなにはっきり出ました。今回はですね、こちらを染めていこうと思います。これは、以前作ったダブルガーゼのキャミソールなんですが、次に下敷きとなる硬い板、土台が硬いことがうまく葉っぱの形に染まるポイントでもあるので、最初この大きな漬物石の上でやってみたのですが、これが大失敗でした。こんな風に穴が開いてしまいました。絶対に石の上ではやっていけないということですかね。板の上で、皆さん板の上でやりましょう。だいたいね、こんなね、漬物石がね、お家にある人はほとんどいないと思うので、板だと思うんですが、板はね、なるべく硬い板がいいそうですよ。叩くためのもの、私は金槌を使いました。私のように古い金槌を使う人はクリアファイル必須です。古いね、金槌だとこんな風に金槌の跡がついてしまいますね。これね、ラップでも良いみたいなのですが、私はクリアファイルを使いました。もらったクリアファイルを使ったので、半分に絵が描いてありましたが、できたら全面透明な方がよく見えて使いやすいと思います。ガバッと挟めるように横を全部切ってしまうとより使いやすかったです。あっという間に葉っぱができました。虫除けスプレーも必要ですね。
すごい綺麗。こんな風にはっきり出ます。でもね、これ挟んでやってるんですけど、叩いてる方の側ね、こっちから叩いてるんですけどはね、割と薄いの。まあまあ差がありますね、これ。まあまあっていうか、かなり差があります。はっきりさせたい時は2枚同時っていうんじゃなく、1枚ずつやった方がいいかもしれないですね。すごい。今ね、ちょうど2段ぐらいやってみたんですけど、なんか止まらなくなってきてしまいました。はい、こんな風にできました。一回軽く乾かします。それから、石鹸で洗っていきたいと思います。この葉っぱの部分には固形の石鹸をつけて洗うとあっという間に藍色に変わります。はい、今洗ってきました。これね、すごい不思議なことにこうやって青くなる。石鹸で洗ったんですよ、これ。だけど青くなってる部分と緑のまま残ってるところと、すぐに藍色に変わらなくても時間が経つと緑から青に変わるので安心してください。そしてこの穴がいっぱい開いてしまったキャミソールなのですが、穴の開いていない部分を使ってブラに作り変えました。こちらはノンブリンカさんの型紙をアレンジして作っています。後ろはこうです。ここにね、ちょっとね葉っぱが入ってて、このダブルカーゼの下着がとっても好きでいろいろ作っているのですが、夏はサラッとして気持ちがいいし、冬は暖かいしで下着にはとってもおすすめの素材です。これは、以前作ったダブルガーゼのキャミソールなんですが、これですね、実は黒豆で染めたものなんですが、しょっちゅう着てるので、まあその度に洗濯するんですよね。そしたらすっかりこの青はね落ちてしまいました。でね、最近までねグレーだったんですよ。これ青からグレーっぽく変わってグレーだったのに、日本に来て洗濯何度もしてたら、なんとこんななんかベージュみたいな色に変わったんですよね。これは水なのか、それとも洗剤の違いなのかちょっとわからないんですけど、こうやってね草木染めって色が退色したり変色したり、変わっていくわけなんですけど、それがやっぱりね残念だっていう考えもあると思うんですが、まあ色はね何度でも染め替えればいいんですよ。でもね、これなんか私の姪っ子にね根っこを出した部分だけのやつをあげてプランターで育ててみたみたいなんですけど、今年もねすごいふさふさに藍が生えてるんですって。一回植えるとプランターで毎年ね藍は育ってくれるみたいなので、これ藍染めをやってみたい方育ててみてください。この藍があれば叩き染め以外にもミキサーでジュッとして生葉で染めることもできるし、乾燥させておけば一年中藍染めも楽しめるし、お茶としても楽しめるようです。
楽しみいっぱい、夢いっぱいの魅力的な植物だと思います。藍染めって難しいイメージがあると思うのですが、実はこんなに手軽に染色が楽しめるんです。ぜひやってみてください。それではまた。8月なのにいちごがなってます。食べてみたいと思います。かわいい。甘くて美味しい。